はい、八神です。ですね、第2回目になりますけれども、関爆論考旧小学シリーズということでね、やっていきます。で、今回は、どのような形で話していくかというと、快楽の違いについてですね。はい。まあね、いろんな説やいろんなね、お話っていうのがあると思います。で、いろんな方法論っていうのはね、たくさんいろんな人が教えてると思うんですけれども、まあざっくりね、例えばその女性の行くとか、男性の行くっていうものが、違うよっていうことはなんとなくみんな知ってると思うんですね。で、それでよく言われるのが、大きなこう波とか、緩やかな波とか、それに対してこう男性がこう小さな波とか、いうふうに言われることが多いと思います。まあ、波形ですね。なんでこう波グラフっていうかそういうので表されるようなことが多いと思うんですけど、これね、あの、男性にはちょっとわかりにくいんですよ。まあ、そもそもその、自分のその射精、つまりその快楽というものを基準に考えるので、そうするとそれ以外の快楽って何だろうっていうふうにね、考えたりするんですけど、ちょっとわかりづらいんですよね。なので、どのように考えるともっとわかりやすいのか。そして、コツですね。どうしてその、うまいと言われる、いわゆる聞く縛りができる人と、あれあんまり良くないなってなってしまう、つまりおかわりをもらえない人に分かれるかってことですね。それのコツは、実はここにあるっていうね、まあたくさんコツはあるんですけど、そのうちの一つですね。こういうコツがあるよっていうことをちょっと、知っていただければいいかなと思います。そしてまあ女性のね、皆さんも、なるほど、男性はそういうもんなのか、だからそうかそうか、あの時ああだったんだとかね、いろんな風に思うと思うので、そこね、ちょっと考えてみるといいと思います。そう。で、まずね、さっきも言ったように、その、波が、波グラフで表されるよ。そうすると男性は理解できない。なんでだろう。ね。これはね、同じ目線だからなんですね。そもそも違うものであるっていう認識の方が、なんというか、理解はしやすいです。はい。つまりどういうことかというと、同じ波線でこうやって表しちゃうと、同一視しやすいんですね。なぜならば、男性は見えたもの、具体的なもの、理論的なものに対して非常に理解が早いので、そうすると頭の中で、あれ波の波形って、要はその射精のこの快楽の波でしょっていう、大きく緩やかに射精するのか、それとも小さくいくのか、瞬間的にいくのか、とかっていう人が多いというか、無意識にそう考えてしまう人は多いんですね。うん。そうすると、ではどのように考えるかっていうと、例えば、ね、男性の、快楽、つまり射精というものはどういったものかというと、オケとか、ね、まあ、こういう、なんだろう、今で言うと、たらいって言わないね、なんだろうね。洗面器とか、まあそういうような、こう、洗面器も今洗面台だね、なかなかないね。まあこれぐらいの、なんか、ね、ボール状のものに水を入れたとするでしょ。で、そこに、石を、まあ握り拳台でもいいです。ね。石を思いっきり、ジャンって入れると、ジャッバーンってなるでしょ。うん。これが男性の快楽で考えてください。うん。で、女性はっていうと、これがね、すごーく大きい、もうね、もはやね、池とか湖とか、湖まで行くと、まあ、自然に波が起こっちゃうからあれなんだけど、要はそこに、ほんの少し水滴をちょんって入れると、チャッポンウォ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 ンってこう、波紋が広がっていくでしょ。で、その波を、水滴を徐々に大きくして集めていくと、波も大きくなっていくよ。だんだん大きくなっていく。緩やかに大きくなっていくよ。で、男性の場合はこのオケって言いましたけど、まさにそう。限られてるんです、外周が。うん。ところが女性の場合は、オケに比例するともっと大きなもの。つまり、無限であるという例えですね。波紋はどんどん広がり続けるし、終わりがないよ
っていうもの。うん。で、男性の場合はこの瞬間的な快楽なので、石をジャボーンって入れるとジャッパーンってなって、このジャッパーンの衝撃に勝てないんです、このワン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 は。波紋っていうかそういうものは。だからこの衝撃が一番インパクトとして強いので、それを射精の衝撃と捉えてもらえれば分かりやすいかなと思います。それに対して女性っていうのはこの波がだんだん大きくなってどんどん緩やかにでっかくなっていく。それは大海原の荒波のように。荒波って言うとまたあれなんだけど、ね、それこそ大きなブワーってでっかいウェーブになっていくっていうね。だからここが違いですね。そうやって考えると、なんとなく理解はできるかなと思います。それは女性が男性に対しての理解でもあり、男性が女性に対しての理解でもあるかなっていうふうに思います。もっとね、わかりやすい説明とかあるかもしれないですけど、八神はそう考えます。はい。そして、では、こっからがね、本題ですよ。聞く縛りとか、気持ちいい縛りとか、あるいはそのセックステクニックでもそうですね、気持ちいいとか、うまいとかって言われる人たちと何が違うんだろう。そう、それはね、よく考えることなんですよ。つまり、例えば縛りということにおいて言うと、縄で、体を縛るっていうことですね。で、そのテクニックっていうのは正確無比に再現できたとすると、なぜその、気持ちいい気持ちよくないとか、うまいうまくないというふうに分かれるのか。そんなの女の子の気持ちの問題じゃないのって言ってしまったらもうそれ全ておしまいになっちゃうんですけど、技術なので、一個ね、言えることがあります。技術の観点から見ると、こういうことであるというのがありまして、それ何かと言いますとね、まず、男性は、棒グラフで考えてみてください。棒グラフ、パーセンテージの棒グラフね。そう。こっちに出てるかな。棒グラフ。ね。棒グラフで考えてもらえれば非常にわかりやすいですね。射精の快楽が大きいんです。で、そのわずか小さく数パーセントずつ嬉しい、楽しい、気持ちいい、安心する、解放感、それから、なんだろう、興奮する、様々な感情っていうのは薄くあるんですよ。でも、さっきのこのジャポーンっていうのと一緒で射精の衝撃快楽が大きすぎるんで、この射精欲っていうものがものすごく、大きいんですね。だからこれを中心に男の人は考えるんです。はい。逆に言ってしまえば、女性というのはこの射精欲というのがないんです。はい。なので、様々な感情、嬉しいだ、気持ちいいだ、安心するだ、様々な感情っていうのが、見ての通り、同じぐらいの高さで全部ある。だから、そういうのをちょっとずつ集めてって、全部ちょっとずつ上げていくんですね。全体的に上げていく。つまり、緩やかな波を大きくしていくように。そうすると、それが集まってる。つまり、その小さな刺激、様々な感情っていうのをギュッとして全体的に大きくして、この行くという状態になる。っていうふうに考えていただいたらいいかなと思います。つまり男は一点突破なんですね。この射精欲っていうものに対して、ドーンと進んでいく。だから、ここが、快楽の大きな違いですね。はい。で、この射精欲というものがなくなったらどうなのか。つまり、チンポが立たないとかね、もう、その射精欲がなくなっちゃったとか、ED とかそういう状態ですよ。そういう状態になった時に、この小さかったパーセンテージの部分っていうのは大きくなるんです。今まで気づかなかった、見えなかった部分が見える。そうすると、女性と同じ感覚、価値観って言うとおかしいかな。同じ感覚っていうのが分かるようになるんですよ。で、そうすると、うまいって言われる。つまり縛りとか金箔とか、そういったもので、熟練の技なんて言いますけど、お年を召したね、方々がうまいって言われるのは、実はここに一つヒントがあります。はい。じゃあ立つ限りは勃起する限りはダメなの
上手くなれないのって思うでしょ。そんなことないんですよ。うん。そんなことないんです。なぜかというと、私まだ現役ですから。現役ですから。ね。私をはじめ、立つけれども、うまいと言われる人々がいるんです。それはなぜかというと、そう、さっき言った、この、射精欲の部分と同じぐらい、あるいは少し下ぐらいで、様々な感情、つまり、普通の人というか、この場合は数の正義でね、大多数の意見は普通と言いますけど、普通の人たちよりも、このわずかながらのパーセンテージが大きいってことなんですね。はい。そう。それを理解していただけると分かりやすいかなと思います。つまり、縛りや金箔というものは非常に女性的であるということですね。はい。その快楽、その気持ちよさというのは、そのエクスタシーというのは、非常に女性的な快楽である。ということを一つ認識していただければいいかなというふうに思います。で、それでいて、その女性の快楽という部分で、さらにね、もっと気持ちよくなる。さらに倍化するっていうのは何かっていうと、女性の持ち合わせていないこの射精欲というものをプラスアルファすると2倍気持ちいいってこと。だから跳ねるんですね。もちろんそれは、単純にセックスをするとかそういう話ではなくて、先生、欲というもの、強さですね、力、そういったものを使うということです。それは物理的な力でもいいだろうし、魅力でもいいだろうし、財力でもいいだろうし、見た目でもいいだろうし、何でもいいです。そこはそういったものを使っていくと、実は同じ感覚にプラスアルファの要素が加わるので、大きな、倍々山ですよね。倍々山で大きく大きく快楽が変わっていくというふうに思っていただければいいです。つまり、うまいと言われる人たちは、女性的な感覚を共有することができる人たちと考えていただければいいかな。で、なおかつさらにうまいっていうね、人たちは、そこにプラスアルファで自分の射精薬というものを付け加えていっているというふうに考えると分かりやすいかなと思います。はい。今回はね、この吸収学シリーズの、第2弾ということで、快楽編ですね、快楽の仕組みとか、なんでうまいって言われるの、うまい人とうまくない人が存在するのっていうね、原理ですね。はい。それをちょっと説明させていただきました。じゃあさ、そのテクニックっていうんだったら、うまいって言われる、つまりその女性の感覚を共有するにはどうしたらいいんだって思う男性諸子はいると思うんです。はい。それはまた次の機会に。今回全部言わないんだな。全部は言わない。ちょっともったいぶります。はい。すいませんね、本当に。ネタを小出しにしていこうとね、思いまして。本当はね、海外の人にも、伝えたい、英語版で伝えたいんですけど、私が語学力がないもんで、もし既得な方がいらっしゃいましたら、字幕をね、つけていただけると大変嬉しく思います。はい。そんな感じなんですよね。そんな感じ。で、この仕組みが分かっていると、いろいろ変わってきます。いろいろ変わってきます。つまり、男性的な理解とか理性的な理解と感情的な理解、女性的な理解みたいな。別にこれフェミニズムの話じゃないですよ。男女差別だとか、フェミニストそういう話じゃないんですよ。ないんです。単純に言葉の送り方として便利なので、男性的なとか理性的なとかいうふうに言っています。つまり、もちろん、男性的な考え方をする女性もいらっしゃいますし、女性的な考えをする男性もいらっしゃいます。それはね、もう本当に、様々な方がいらっしゃるので、一概には言えないことなんですが、多くはというね、言い方で、やらせていただきます。はい。で、その多くの場合というか、なかなかね、理性的な考え方、あるいは感情的な考え方、相入れない部分っていうのはあったりします。で、そういったものをどうやって、理解するか、そのヒントの一つとして、この快楽の棒グラフですね。波紋と棒グラフ。
この理解をしていただけると伸びるんじゃないかななんていうふうに思います。そうですね。でまたその女性のね方々がねなんで男の人ってこうなのとかなんで女の子ってこうなのっていうような男性の方っていうのはいらっしゃると思うんですけど、その違いについてはねまた今度、回を追って説明できればいいかなと思います。非常に簡単なそういうことかってストンと落ちるような、ことがあります。もったいぶるなよ今言えよって思うでしょ。もったいぶらせてくださいね。よろしくお願いしますね。本当に私も頑張っていくんでね、こうやってまあ喋るだけだったらね文章を書かずに済むというか喋って伝えられる部分っていうのもあるので、もちろん翻訳できないから海外の方には優しくないんですけど、海外の方ごめんね、ごめんね。だけどまあ少しでもね皆さんの役に立てれば幸いかなっていうふうに思います。まあそんなこんなで今回はちょっとその快楽の仕組みの違いについてね、お話しさせていただきました。少しでもいいなって思ったり役に立ったよっていう方は、拡散していただいて、チャンネル登録、それからグッドボタンだっておかしいね、チャンネル登録、グッドボタン、ね、高評価よろしくお願いします。ではまた。